はい、内山光一のザ・ゴトチャンネル。はい。はい、皆様よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。エラナさんなんか久しぶりにこうやって霊言取るような感じしますね。そうですね。しばらしばくね。らく、この内山光一のザ・ゴトチャンネルって言ってなかったような気がしますけども。うん。で、聞いてなかったです、私も。ですよね。はい。じゃあ久しぶりに霊言やっていきましょやるんだ。そう。うなんだ。やりますね。はい。今、そうですね、霊言ニュースの収録終わった後なんですけども、はい。来ておられます。そうなんですか。ぜひともお言葉を伝えたいと思いますのでよろしくお願いします。わかりまはい。した。何がどうなるかわかりませんけども、よろしくお願いします。ははい。じゃあ、やってみましょうか。はい。白旗をエレナさんが上げたみたいで大丈夫かな。はい。合唱お願いします。うん。はい。皆さんも、合唱して大きく深呼吸して丹田に落とし、丹田に、自分の気持ちを落としていってください。息をふーっと吐きながら丹田に落としていきます。重心はお尻にぐっと乗せて背中の力を抜いて、意識を丹田に落としていきます。はい。それではエレナさん、準備お願いします。はい。はい。それでは、私の頭上に来ていただいている方、恐れ入ります。エレナさんの方にお会いいただき、お言葉いただければと思います。よろしくお願いいたします。うん。はい。いやおいでいただきまして。ー。うおいでいただきまん。してありがとうございます。うん。お名前を教えていただいてよろしいですか？うん。わしの名前か。そうです。うお願いしまん。す。なぜこの時間なのだ。いやー、遅くなってすいません。まあ、良いが。はい。そちらの方でも時間何かあるんでしょうか？いや、そういうことではないが、はい。あ夜の時間に来られてしまうと、はい。そうだな。闇の中から出てくることになる。なるうん、ほど。そういうことですね。うん。はい。お名前を教えていただいてよろしいですか？雲太郎。肝太郎。雲太郎だ。雲ですね。雲。はい。雲太郎様。そ闇の勢力っていうことになりますか？う。まあ、そういうことになるだろうな。なるほど。今、地上では闇と光の勢力の高いということなんですけども、知っておる。あ、そうですか。うん。雲太郎さんから見てどのように見えます？まあ、闇側が随分と力を発揮して頑張っておるのでな。うんうん。よかったなとうん。思っておるところだ。はい。そうでうん。すね。非常に広がってますね。うーん。うん。まあ、これは、闇側の戦略がまんまと成功してるってことですかね。そうだ、そうだ、ざまあ見ろというところだな、これは。はい。なるほど。うーん。闇型の戦力っていうのはどのような戦力が中心なんでしょうか？いろいろあるぞ。例えば、私のように、うん、雲の糸を張り巡らして、うん、足止めをする。うん。または、雲行きが怪しくなる。なるほど。うん。そういうことが起きる。あるいは、はい。心の中に蜘蛛の巣が張って、うん、なんだかすっきりしない。うん。といったようなことを起こすことができるのだ。すごい力ですね。ああ、もちろんだ。うん。その、この中に蜘蛛の巣を張ることができる人とできない人とおられると思いますけど、このできる人とできない人の差ってのは何でしょうか？
それは、雲助たちの能力の差であろうが、まあ、そうもありますけども、それでもやはり雲が張らない方おられますよね。どっち側か、うんうん。それはどういったとこなんでしょうか。光が強すぎるんだ。あ、光が強いところには雲の巣を張られない。ありにくいな。うーん。弾くんですかね。ああ、近頃はええ。光がさんさんと輝いているところでも、まあ、うん。一般的には蜘蛛の巣というのはどこであっても張ることができる。ですよね。うん、光が弱いってことなんでしょうか。うん。それとも、要するに、うん、うん、風通しも悪ければ、うん、光の通りも悪く、うん。そうなってくると、より一層蜘蛛の巣は張りやすくなる。また、なる。うん。心が通っておらん。あ、心が通わずに。うん。うん。そういうところは、我々の天国だということだな。なるほど。うん。今何か大きな団体を、小物糸でがんじがらめにしたとかあります？ああ、それはもうずいぶん昔からうん。ちま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 ともうん。う努力を重ねてやってきたんだ。あ、ちまちまと努力をされてたんですね。うん。うーん。そうですか。例えば今、光の団体が少し雲行きが怪しいですよね。うーん。あそこもちまちまとしてやられたんでしょうか。そうだな。まあ、これはね、うん。雲だけの仕業ではないんだな。ああ、はい。いろんなものがある。うん。天例えば狗とか、あ、天狗。うん。いや、妖怪とか、あ、妖怪。または仙人とか、千人ですね。うん、はい。そういった者たちの力うん。もある。あ、そういったもので、その光の強いところを少し弱めていってるわけですね。そうだな。あとは蛇。蛇いますよね。はうい。ん。トカゲもいるんじゃないですか？ああ、おるおる、いろんなものがおトカるんだ。ゲが一番元気でいいみたいですね。ああ、元気はいいかもな。うん。しね。キングうん。コングもいますね。ゴジラああ、みたいなのがね。おるね。いますね。そんな感じで、どん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 、光が強いところには寄ってたかって、攻撃に来るんですね。来るね。うやはりん。そういうところにこそうん。進出していくのはね、うん。まあ、住み心地もある意味いいんだな。なるほど。エネルギーうん。があるからですかね。あるあるある。それと手柄を立てたその功績が大きい。そう。うん。うん。やだんだんりやすいと分かって、わけだ。なるほど。だんうだんと分かってきましたけど、まあそういう方たちにでもやはり欠点っていうのがあると思うんですよね。ん。まあ、そりゃあるだろうな。うん。その欠点というのはどのようなところが、要するにみんながこういういろんな人たちがなかなか手出しができない場所っていうのはどういうところなんでしょうか？手出しができない場所。はい。場所っていうか心って言いますか、思いって言いますか。そうだな。つるつる滑ってね、うん。取り付く島がないようなところ。うん。あるいは、鏡のようにピカピカになっているうん。ところ。うん。そういうところには取り付きにくい。うん。蜘蛛ああ、の巣もこの中の張れない。執着がなくなってる分ですね。うん、心が透明だと取り付き島がないんだ。そうだな。鏡みたいになったらもう、どんなに捕まえようと思っても捕まらないわけですね。ああ、そこにはちょっと、捕まりにくい。うん。その、例えば天上界の光によってジュッとこう溶けるようなことないんですか？
まあ、そういうこともあるんだが、うん。皆それぞれに、はい。そういうような光が来たときに、ええ。これをかわす方法を知っている。あ、かわす方、例えばどのようにしてかわすんですか？くるりと、はい。まあ、甲羅をかぶるとか、あ影を作ってその影に潜むとか、あ、はい。あ、あるいは、光が当たらないように。そう、うん。姿を変えてうん。擬態を見せるとか、ああ、天使みたいな格好するんですね。いろんな姿に変われる。いろんな姿に変われるわけですね。うん、そして、バレないようにしてるんですね。そうだ、うまいぞ。なるほど。うん。うん。そして、目くらまし作戦っていうのですね、それはね。ああ、まあそうだな。うーん。うん。言葉でそれはやるんですかね。思いで。いろいろやるぞ。うーん。言葉も、うん。思いも。うん。何もかもを使って総動員してやるんだ。なる目かほど。らも入ってくる。うん。なるほど。うん。うーん。相当な数おられるみたいですね。まあ、徐々に増えたので、うん。今は随分と多くなっていると思う。うん。今、そういう、なんて言いますかね、光の勢力であっても気づいてない方いっぱいおられますよね。本人がか、本人が。うん、そりゃあ、まあ、そこが、うん。いいところだ。そこが狙い目ですね。うん、本人が気づかないというとうん。ころが、うん。兵隊が増える、理由だよ。あ、その方たちも兵隊になるんだ。そうだ。あ、仲間になるんですね。仲間になる。なるほど、なるほど。うん。その人たちが気づくきっかけっていうのはどんな時が多いんですか？気づくきっかけ、うん。例えば、要そんするにあなたたちなものは、が失敗するきっかけですね。それはよくわからん。うん。まあ、し勝手かし、うん。はい。素直になったり、反省を始めたりなんかすると、うん。うん。うん、まずいだろうね。なるほど。素直になられたら困るんですね。うん、バレちゃうもんね。うん、うーん。そうか。いろんなのが入ってるのがバレちゃうから。そうだな。うん。そして、ギラギラとしたうん。ダイヤモンドのようなうん。輝きのものを見せることで、ええ。目がくらむんだな。なるほど、なるほあ、ど。うーん。それは、例えば、うん。そうだな、金であったり、ええ。肩書きであったり、はい。まあ、奴らが眩しいと思うような、欲しいと思うようなもの、うん。うん、うん、うん。これがあればあるほど効果が高い。なるほど。そういったものを見せて、引きずり込むんですね。そうだ、そうするともうそこに目が張り付いて、それ以外なるほど。のことは考えられなくなる。考えられなくなるんですね。そうだな。うん。そうそう、もうそれをベースにいろんなことを考えて、自分がそういった、それをベースにしていることすらわからなくなりますね。うん。もううん。何度も何度も繰り返しやっうん。ていくうちにそれが当たり前になってきて、なるほど、なるほど。正しくなるわけだ。うーん。そういった者たちも仏法真理学んだりとかしてると思うんですけど、それはどのようにして回避させているんでしょうか？仏法真理を大いに学べばよいと思っている。なるほど。しかしその解釈をどのようにうん。するか。あ、解釈をどのようにするか。あ、こそれはこだ。アドバイスさうん。うん。もんちろん、アドバイスして教育するわけだな。あ、解釈の仕方をね。うん。これはこう解釈するんだよってアドバイスされるんですね。そそうすることによって少しずつ本当のこととは違う方になっていくんですね。う。ああ、そうだ。うん、あなたたちの思い通りになっていくと。うん。そうか、仏法真理を使って引きずり込むってことができるんだ。
これはもう手堅いやり方で、ですよね。伝統的だ。あ、伝統的にそういうやり方されてるんですね。そうだ。あ、じゃあイエス様の時もそうだった？うん、そうだ。へえ。ブッダの時も？うん、そうだ。ヘルメス様の時もそうかな。そうだ。必ず、うん。後からうん。黒い影が台頭してくるであろうが、なるほど。なってますね。うん、うん。もうそうなるようになっているんだ。なるほど。アトランティスの時に大勢を生き埋めされたと思いますけど、あの時にもその光の勢力をうまい具合にコントロールされたってことなんでしょうか。まあ、そういうことだな。うん、その時の一番の戦略って言いますか、何だったでしょうか。戦略か。まあ、うん、その時には魔法を見せて、えー魔法。そしてそれを信じさせたな。なるほど。うん。そして皆さんを引っ張っていったんですね。そういうことだ。うん、で、洗脳していくと。うん。なるほど、なるほど。我々こそが正しく、我々こそが偉大なる力を持っているのだということを、ええ、偶の目も出さないように、うん。うん、まあ、教育した。で、神の教えが間違ってるとうん。いうふうに教育していったんですね。そうだ。だからそいつらを生き埋めにしろと。そうだ。うん、神こそが強いのだと。はい。強いものこそがうん、真理である。なるほど。そういうことだ。うん、強いものが真理ですね。そうん、今度映画をうまい具合に作りましたね。う。まあ、ありがとうん。あれは、まあいろんなテクニックがあると思いますけど、何か一つ紹介していただけませんか？う。もったいなすぎて、そんなこと言えない。まあまあそんなこと言わずに。だってすごい知恵を使ったんでしょ？まあね、うん。あそこ映の、像で、うんん、映像で繰り返し見せるということは非常に効果があるからな。映像でいろんな方たうん、ちを引っ張っていくんですね。違う方向そう、に。うん。今まで見たこともないような種が出てこられるわけなんですけども、あの種は、何を象徴しておられるんでしょうか？象徴。えうレプタん、リアンの王を象徴してるんでしょうか？そうだな。まあ、戦いの、ですね。お戦いのうん、象徴ですよね。そうだ。赤い光の。うん、うん。あれは正義の赤じゃなくて戦いですね。戦いだな。うん。正義とか、どうのこうの関係ないですね。うん。うん。仙人を結構中心に持ってこられてますけど、あれ仙人を使った理由は何でしょうか？まあ、それが正しいということをしっかりと、うん。根付かせていくためのなるほど。方法である。うん。仙人は偉いんだってことですね。うん、まあ、いろいろな修行をしている場面をうん。具体的に見せることによって、うん。うん。あのような修行こそが正しい悟りへの道なのだというなるほど。ことで、うん。滝うん。行であったりな、なるほど。別うん。からあ飛うん。び降りてみるであるとかな、はい。はい。まあ、様うん。々なうん。姿を描いた。なるほど。シャクソンは、その修行の中には悟りはないというふうな、あ、ことを言っておられましたよね。ああ、そうであったかな。うん。それと違うよってことですね。うーん。いやいやいや、釈尊とて、うん。所詮仙人であろうが、うん、なるほどね。仙人なんですね。うん、うん。
うん、そういうふうにして少しずつ変えていかれるんですね。まあ、これが正しうん。い真理であるとはい。いうことを皆さんに植え付けていくと。伝えているのだ。なるほど。言い方がまずい。あ、言い方がまずいんですね。植え伝えてるわ付けていけですね。ると言ってはならん。はい。伝えている。伝えてるわけですね。そうだ。うん。この映画は本当は2026年から7年という予定だったんですけど、なぜ今の時期だったんでしょうか。今世の中が混乱しているからこそ、今うん。伝えなければならない。一刻あ、も早く。あ、今がそのチャンスだと。そうだ。こっちだよって、旗振るのに一番いい時期ですね。みんなが迷っている時にこそ、うん、うん、正しい教えを伝えなければならないと。うん。それうん、が、仙人を使って、資料とかいう形でもって、赤い、種の方に引っ張っていかれたってことですね。そうだ、もうん。う、時ただ、間し、うん、うん。ただどうしてもちょっと違和感を感じる、シャンバラをなぜ出されたかが、シャンバラで仙人出てくると、っていう人が多いと思うんですよね。うん、それはどうなんでだからしょうかね。こそ、うん。だからこそ出しているんだ。あ、なるほど。シャンバラにも仙人いるんだよっていうことで。シャンバラというところに行ったことのある者はほとんどいないであろう。ああ、私は行ったことがありますんで、仙人いませんでしたよ。それはまだ、見ている世界が狭いからそうなのだ。いや、そうじゃなくて、そのシャンバラに行く手前にちょっと小さな町がありました。そこにはいましたよ、仙人。そうか。そうそうそ多くの者たちは、う。うん。シャンバラというところを知らないから、具あ、体的に映像で見せることによって、なるほど。あ、こういう世界なのかとはい。いうことがわかるようになっている。なるほど、なるほど。映像で伝えるのはとてもわかりやすい。うん。うん、そうか。だからみんな、よかった、わかりやすかったって言ってきてるんですね。そうだ、見たこともない世界だ。だから、あ、みんな感動した。なるほど、なるほど。大成功ですね。そうだ、なるほ大成ど。じ功。ゃあ、それを見破った方っていうのは、しっかりしてるんですね。うん、見破った者がいるとしても、うん。ほんのわずかだ、そんなあ、ものは。数少ないですよね。うん、なるほど。で、それを制作するにあたって、やはりこの仏弟子たちを使うわけなんですけど、どのようにしてそれを通していきました？繰り返し、うん。レクチャーをして、はい。これがいかに正しいうん。主からいただいたうん。筋書きであるかといううん。ことをうん。レクチャーしたんだ。あ、繰り返し。うん、ああ、そうすることによって、それが本当だって思ってしまったわけですね。そうだ。なるほど。まあ、何度でも繰り返してその話をしていくうちに、だんうん。だんと、うん。もう、それが真実味を帯びてくる。なるほど。ってことは、それを具体的に三次元に繰り返し言う方もおられたわけですね。いやー、そうだ。うん。確実に心の中にも訴えかけるんだけど、誰かがそれを言葉に出しているということですね。うん。うん。理事の方のある人ですね。から始まる方かな。どうだかね。それをうん。言っちゃいかんだろいかんですね。う。うんうん。それを言っちゃおしまいようですか？そうだ。言っちゃう。ねえ。うん。なるほど。でもだいぶ成功してますね。ああ、ありがとう。おお、よかっうん。た、よかっで、た。どん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 闇が濃くなってますね。そうか。うん。ね、そうすると何が起きます？コントロールがしやすくなる。うん、もうそれもそうですけど、今まで見えなかった光が見え始めません？見ないようにしている。うん、今までは見えなかったのが黒くなれば濃くなる、闇が濃くなれば濃くなるほど光ってきますよね。
その光は邪魔だ。それは強くなりますよ。いや、いや、穴を塞げばよい。なるほど。ということは、あなたたちは、光を強くするために頑張ってるんだ。んんんそんなことはないはずだがな。でも闇が濃くなれば光もまた強くなるっていう言葉がありますよね。あということはあ、闇を一生懸命あなたたちは濃くしてるわけですから、うん。光を強くしてくれてるんだ。なんか感謝されてるのか？ああ、そうそう我そう。々は。そうそうそなんかこそばいな。う。うん。で、その光る人たちがどん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 出てくるんですね、これから。それはあんまり出てきてもらいたくないが。うん。でもそこまでやったらもう許さんって言って立ち上がるんじゃないですか？いやいやいや、抑える抑える。光を抑えたら目がくらみますよ。ん、そんなことはない。抑えた思い手が、通し抑えた手がジュッってなったらどうします？いや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 、そんなことはないないない。うーそんなん。はずがないんだ。でも光は闇が光を消すことできます？とにかく、うん。光という光を、穴を塞いで閉うん。じていけばよい。うん。うん。でもそれ闇で閉じるわけだから、光は闇で閉じれませんよ。え、なんか、嫌なことを言うな。うん。だってそうでしょ。真っ暗いところに光入れて、その黒いので光をどうやって止めます？止いや、めようがない。だから光が差し込んでくるところを手で塞ぐんだよ。その手は闇でしょ？闇の手だ。闇の手があっても光は闇を通しますよ。いやいや、通さないようにうん。分厚くする。ああ、分厚くするわけですね。そうだ。なるほど。そしたらそれを通そうと思って光をもっと強くなるってことか。なかなかうん、頑張ってますね。うんうん光をうん。強くするためにね。頑張っておる。よかったよかった。光が強くなるのは、うん。いかん。うん。でもそれを応援してくれてるんですよね。だってそんなつもりはないぞ。ハードルがあればあるほど、そういうハードルを超えようとして頑張るじゃないですか。いや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 。うん。我々はそんなつもりでやってはいない。うん。すべてを闇の世界にするとうん。いううん。ことでやっておる。うん。でもその闇の世界っていうのはちっちゃな世界ですよね。そんなことはないだろう。これだけ広いんだ。うん。でも上を見たら何が見えます？何か見えません？それは、あ輝いてーる船がいっぱい見えません？船。天上界から降りてきた船見えません？うん何か矢が飛んできてません？光の。いやいや、コウモリ傘を差そう。ああ、そうすればコウモリ見えない。傘。コウモリ傘ね。うん。闇で作ったコウモリ傘はどうなんだろうね。それ聞くかな。うん。数がたくさんあるから、だって、コウモリ傘を握ったら、さっき塞いだ手はどうなります？もう一回塞ぎ直す。コウモリ傘どうしま傘を、す？右手と左手で。じゃあ、薄くなりますね。え、ま、だから、コウモリ傘握る手も弱くなりますね、片手で。いや、仲間を呼んできて、うん。一緒に抑える。仲間もみんなそういう状態になりますね。しつこいな。すごいすごい。うだってん、光だもん。いやいや、うん。闇の方が強いはずだ。はずでしょうけど、暗闇にライターの光をピッとつけたらどうなります？懐中電気をピッとつけたら。いや、それはなし。それは裏切り行為だ。いやいやいや、要するに光ってのはそんなもんですよ。ダメだ。うん。内側から光を照らすのは、ルール違反。ああ、なるほどね。こういうやつは外に掘り出す必要がある。なるほど、なるほど。
じゃあ、穴から引き出すんですね。片っ端から。うん。穴から引き出したら、うわー、輝くだろうな、ピッカピカに。引っ張り出さなきゃならんのだよ、そういうやつは。引っ張り出して、上の方で光り輝いたらどうします？うるさいな。街灯みたいにそう上に上がって、パーッと光ったら、めんどくさいこれもな。お前は光るな、とにかくうるさいう、から。逃げるとこないですよ。そんなゴキブリみことはない。たいに逃げるしかないですよ。いや、そんなことはない。うーうん、ん。我々の王国だ。うん。なるほどね。闇の王国を作ろうとされているってこと分かりました。え、はい。で、わかった。やはりね、闇には、やはりね、光がお似合いですから、え、これはついですね。絶対に光もついてますんで。いやいやいや、うん。ついてこなくていい。いやいや、一緒なんですね。闇と光は一体であるっていう言葉聞いたことあります？え、いや、闇一色で、うん。やっていく。うん。そうですか。我々には我々の光というものがあるんだ。赤い闇、光？ブラックライト。あ、ブラックライトね。あれよくね、骸骨光りますよね。うん。うん。よくね、山でブラックライトするとよく虫が飛んできますね。綺麗ぞ。ええですね。カブトムシとかいっぱい取れますね。ああ、うん。ちょうどいいだろね。うん。でもブラックライトって光であるんだけど闇なんですよね、あれね。う。うん、うん。蛍光灯に黒いね、シート貼るとブラックライトになっちゃうんですね。うん。いうん。いだろなるほど、なるほど。それで十分。うん。じゃあその黒い膜をピッと剥いだらどうなります？だからそれはルール違反だから、そういうああ。入るやつは織り出す。追い出す。追い出して上で輝く。輝くやつが広がると、それはそれで面倒だ。うん。だから追い出したってことは今まで下に沈んでたのが追い出されるから上でもう自由自在に光りますね。うん、うん。そういうことえ、ですね。自由に動き出すともう手がつけられないってことですね。数がたくさんそういうやつがいたらもうん。う面倒になってくる。うえ、ん、でも、例えば、6畳ぐらいの真っ黒い中に、ちいちゃな豆電球でもいいから、ピカッと光ったら、全部見えますね。見えるな。うん。圧倒的な力がありますね。まあ、それは困った。うん。これがね、闇と光の戦いってことですね。ありがとうございました。うん、はい。いろいろとね、頑張っておられることで、私たち光の部分をね、慕ってくれてるってことで、本当にありがとうございます。共に。なんでこんな話うん。になったの？いやいやいや、これが本当のことですからね。そうか。はい、そうです。頑張っていきたいと思います。我々も頑張るぞ。はい。ありがとうございます。うん。どうも、今日はありがとうございました。よっしゃ。はい。どうもありがとうございました。はい、監督、どうでした？このような時間に霊言するとこんなものが来ますわ。ですね。うん。もう監督寝たんじゃない？大丈夫？でも、寝そうでした。っていうのは嘘ですけど。まさかの展開になってきましたね。雲太郎さんから映画の話まで、そしてうん。光と闇のうん。方の話まで。ね。ねえ。もうすぐ日にちが変わる。日にちが変わる。そんな時間ブラック、になってる。ブラック企業や、ここも。ブラック企業です。はい、また、ありがとうございます。しばらくね、私も休ませていただいて、ゆっくりと、休を取らせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いしまはい、す。今日は雲太郎でした。皆さんもね、この雲太郎の戦略、いろんなことがね、見えてきたんじゃなかろうかと思いますので、はい。どうかね、光をうん。強めてください。
自分の心の強い中にしっかりとねうん、私は仏でしてやるって。この闇を追い払ってやるってね、思っなんか、ていただいていただければと思います。光の数が増えると、この、うんその穴を塞ぐ数が足りなくなって、そうそうそう。変なことになるみたいですよ。はい。雲は8本あるんですかね、手と足でね。そうですね。ですね。はい。傘も握らなくちゃいけないから大変ですね。そうなんですよ。ですね。大変です。立ってこまなくちゃいけないし、手でも押さえなくちゃいけないし、そうそうそ上から光も来るし。う。だから四方八方から光が来たら、もう手がつけられなくなるっていここう、ちょっと、でね、ここでね、とっても大事なことに気がついてください。うん。雲の手を見てください。雲の足を。どうなってます？雲の足、うん。曲がっていて、掴まれられるようになってる。先はとんがってますよね。とんがってますね。じゃあ、押さえる部分っていうのはほんの少ししか押さえれませんよね。確かに。で、押さえててもちょっとしか押さえれませんので、こう横から出ますよね。出ますね、光がね。ねえ。うん困りましたよね。いました。そんなね分解戦術でやってるのかっていう。そうです、そうです。だからもう針の先でね、なんか光を押さえてるような状態ですから、ちょっと私たちが頑張れば、なんじゃないことですよね。そうですね。そしてなんかこう、ルール違反っていうものが出てくると、はい。外に掘り出すって言っていたんで、はい。外にそう出たら光りますよね。光りますよね、自由に。中を守る人が少なくなって、そうですね。うん、うん。ああ、よく大変になるっていう。そうか。首にするってことだ。うん。そういうことか。今気がついた。今気がついたんですか？今気がついた。もう言ってる端からそういう意味だったんですよ、あれ。なるほどね。まあ、どっちにしても外に出て輝き始めたらもう手のつけられませんよね。うん。うん。そういうことなんですって。中に置いとけばいいのにね、外に出すもんだから、外で自由に動き始めたらもう手のつけられなくなって、本当。抑えることもできなくて、そう、抑えることもできなくなって、だんだんそうなっていってるみたいな。ね。うん。光で負けていくんだね。ですね。外側からこの光で囲まれちゃったらもですね。う、中まで照らされちゃう。うん。監督面白かったですか今の？はい、面白かったです。怯えてたところが面白かったです。光の話をした時に、いやいやいやとか言って、ああ、そっか。光が怖いんだって。ですよね。怖いんですよ、光が。うん。で、勝手に自分でルール作って、ルール違反だ。ルール違反。だからあれですね、組織の中でも勝手にルール作るんですね。これやっちゃいけないっていうルール勝手に作って、ルール違反って言っちゃうんですね。なかなか面白い感じだったかと思いますね。そうですね。はい。それでは今日はこれで、もう日にちが変わりましたので、今日はこれで終わりたいと思います。はい。はい。どうもありがとうございました。ありがとうございました。魂の光セッション。概要欄のリンクからお申し込みください。